どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ガチャは好きですか？自分は社交心を煽られると本当に弱いタイプで、ソシャゲなどのお金を際限なく使いそうなコンテンツは避けてきました。ただ、このアクアリウムという趣味においてもガチャ的なものは結構あり、代表的なもので言えば石や流木の素材ガチャです。チャームなどの大型通販ショップでは中身が見えないキロ単位や本数単位の積み合わせレイアウト素材が売られているため、福袋などではよく楽しんでいます。そんなガチャなんですが、実はあまり知られていないガチャが他にもあるんです。それが ADA ガチャ。公式にガチャと言われているわけではありませんが、買うまでどんなものが入っているのかわからない超博打商品だったので、今回はそれが何なのか開封して皆さんに紹介していきます。結構憧れている人が多い商品であり、おまけに新しく販売されたばかりです。正直この携帯で販売しているショップはほぼないと思うので、そういった意味でも新鮮だと思います。ちなみに以前 ADA 水素を破格で購入できた理由を紹介した動画ではお見せできなかった ADA の製品もさっと紹介していきますので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速、前回お見せできなかった ADA 購入品を紹介していきます。まずはこちら ADA スリムウッド M サイズ、価格は1500円。こちらは2021年夏頃に新しく発売され始めた流木の種類で、比較的新しいやつです。水草レイアウトで使いやすい全体的に細身で枝分かれした形状の流木のようで、小型水槽から90センチ水槽に適したサイズがラインナップされています。なかなか説明しづらいんですが、細身の枝が特徴的ではあるものの、しっかりと塊感もある、ありていに言えばめちゃくちゃいい感じの使いやすい流木です。なんというか、ブランチウッドとホーンウッドを足して2で割ったような感じがしっくりくると思います。比較的新しい流木のせいか、ブランチウッドやホーンウッドのように ADA 特約店では必ず見るようなものではなく、あったとしても数が少ないイメージです。そのせいか今まで買ってきておらず、今回初めて購入するに至りました。同じ大きさのホーンウッドよりも結構安く売られており、30から90センチ水槽にもってこいなサイズ感は自分の環境ではとても使いやすそうです。1本だけ置いても結構様になると思うので、もし気に入るものがあれば買ってみてはいかがでしょうか。ただ持ってみた感じ、ホーンウッドよりもだいぶ軽く、明らかに浮きそうな流木です。おまけにショップの店員さん曰く結構アクが出るとのことで、その2点が課題になってきそう。まあどの流木も総じて同じ欠点があるので、このスリムウッドに限った話ではないんですけどね。今お見せしている M サイズは M サイズと言いつつ結構でかく、30センチオーバーしているくらいの長さです。これが1500円なら安い方ですよね。1本ドンと飛び出ている枝も組み合わせ次第では迫力のあるレイアウトに化けそう。続いて出てきたのはこちら ADA スリムウッド M サイズ、価格は1500円。またしてもスリムウッドです。正直流木を組み合わせるときってそこまで素材の種類は気にしなくてもいいんで、わざわざスリムウッドで統一する必要はないんですが、ガチでホーンウッドよりも安かったし、いい形のものが多かったので結果こちらを選ぶことになりました。そこのショップは結構ホーンウッドやブランチウッドの品揃えもすごく、中には超大型水槽に使うような1万円超えの流木も数多く揃えてあったので、これだけかっこいいやつが残ってたんだと思います。しばらくしてからまたお邪魔していいのがないか漁ってきます。続いて出てきたのはこちら ADA スリムウッド ML サイズ、価格は2300円。こちらはめちゃくちゃ迫力のある枝ぶりが特徴的なスリムウッドです。ML サイズということで、先ほどの M サイズよりもちょっと大きく、枝自体の太さもしっかりしています。おまけに塊部分もかっこよく、
そこから伸びる枝もいい感じにうねってて、これは男心をくすぐりますね。正直この形でこの大きさの2300円の流木が残っていたのが奇跡というか、なんでみんな買わないんだよレベルだと思うんですけど、どうでしょうか。ちなみにホーンウッドで ML サイズなら余裕で4000円前後するので、サイズに対する価格だけ見ても爆アドです。続いてはこちら ADA スリムウッド ML サイズ、価格は2500円。もうそろそろ皆さんもお気づきかと思いますが、またしてもスリムウッドです。本当にいいやつが揃いすぎてて買わずにはいられませんでした。こちらの方が先ほどの ML サイズよりも200円高いのはなぜなのか分かりませんが、こちらの方が全長は長そうです。ブラックバックのようなねじれにねじれた枝が特徴的で、なかなか見ない形のやつでした。先ほどのものよりも塊感は少なく、この存在感あふれる枝ぶりを生かしてレイアウトしたい流木です。続いて出てきたのはこちらクリプトコリネスピラリス CK、 価格は3080円。こちらは今年の2月中旬頃に新しくリリースされたジャングルプランツのクリプトで、どうやらスピラリスタイガーのように長くは成長せず、だいたい10センチ程度に収まるとのこと。小型水槽にも使いやすい種類ということで、水中でどんな風になるのか気になるところです。ただ正直クリプトコリネオンリー水槽によってクリプト恐怖症になっている自分にとっては、うまく育てられるのかわからない博打レベルの水草です。新しいからか価格もいかつく、3000円を超えている時点でちょっと簡単には手が出せない代物となっています。もしかしたらレイアウト水槽に取り入れるかもしれないので、気になる方は続報をお待ちください。見たところ水上用は綺麗なグリーンですが、徐々に褐色になるタイプのようなので、ワンポイントに使うのも良さそうです。というわけで、なかなか珍しい感じのクリプトとお買い得でかっこいいスリムウッドを爆買いしてきたわけですが、これらはただの前座です。冒頭でもお話ししていた ADA のガチャは個人的にもっとすごいと思っていますし、価格も先ほどの購入物すべてを足しても足りないくらい高いです。もったいぶってもしょうがないので早速お見せしていきます。それがこちらの段ボール。ADA で段ボールってあまり見たことがないですよね。中に入っているのがこちら ADA ジャグレストーン 8kg、 価格は確か 14,200 円。まさかの ADA60 センチ規格水槽とほぼ同じ価格の石ガチャです。さすがにこの価格の石ガチャは初めてで恐れおののいているところです。普段はこういった珍しい商品を見つけると即買いしてしまう自分なんですが、正直あまりにも価格が高く中身も見えないので小1時間くらい買うか悩みました。というのもこのジャグレストーン、以前の動画で紹介したルートブランチと同じ新しく販売され始めたレイアウト素材で、いまいちどんなもんか分かってなかったんですよね。他のショップで見かけたことはありますが、まじまじと見たことはありませんし、ネットでもあまり情報が出ていません。ADA のサイトによると、青黒い寒色系の色合いと丸みを帯びたくぼみが水系の中で時間の経過と水の流れを連想させるそうで、マニアが多数存在する八海石と同系統の素材となっています。こちらのジャグレストーンはその八海石の小型バージョンで、よりくぼみが多いタイプだという認識です。このジャグレストーンと一緒に発売された ADA のレイアウト素材たちは基本的に小型水槽に適したものとして売り出しているので、この中に入っているものも60センチ水槽で親石として使うレベルのものは入っていないと思われます。だから8kgもあるのに比較的小さい段ボールに入っているわけですね。ちなみに今までこのジャグレストーンを売っているショップはいくつか見かけましたが、総じてこの段ボールが開封され、グラム単位か石1個ずつに値段をつけて販売しているところが多かったです。少なくともおろされた状態そのままで開封もせずに 8kg ドンと売ってるショップは見たことがありません。そういった意味でも完全なるガチャで、
どのお店でも取り扱っているような代物ではないということが分かっていただけると思います。他の ADA の石はだいたい木箱とかに入っているので、こうやって完全に見えないっていうことはないですしね。8キロで 14,200 円ということで、グラム単価は 177.5 円です。普段10キロ2000円の石でキャッキャ言ってるので高すぎて頭痛くなるんですが、どうせ悩んだ末に買わずに帰ったら数ヶ月くらい後悔してるんで、実質的には爆アウトです。それでは満を持して開封。中には高級石らしく緩衝材まで入ってました。こうやってショップに届くんだと思うと、何やら裏側を見ているようで得した気分です。それでは記念すべき第1個目の石がこちら。ザ・川石といった感じの石が出てきました。やはり噂通り八海石に似ていますね。小型水槽に使いやすそうな手のひらサイズで、ジャグレという名前の通り特徴的なくぼみもありました。他の石も同じようなサイズ感のものが多く、いい意味でも悪い意味でも品質にはばらつきはあまりなさそうです。さすがにこれだけ単価が高ければしっかりと選別していると思うので、そこは ADA というブランドも相まって安心感があります。ただこれ系の石は数が大事というよりも、三尊石組のような親石、福石、添石のようなバランス感が大事な気がするんで、できればもう少しサイズにばらつきがあればよかったなと思ったりしてます。それでも30センチキューブ水槽くらいであればこれで十分に組めそうですね。逆に選別して使わないといけない関係上、この8キロの石すべてが履けることは一生ないと思います。そんな感じでいろいろ見ていってますが、小型水槽向けというだけあって数は大量です。めちゃくちゃ際立っていいという石もなければ、これは外れだなっていうのもない安定感のあるやつたちばかり。ここら辺はさすがの ADA クオリティですね。最後に出てきたのはこの石ガチャの中で一番大きかった石です。だいたい20センチ前後くらいでしょうか。これくらいであれば親石で使えそうなので、ギリギリでっかいのが1個あってよかったです。形も割といい感じだと思います。そんな感じで今回の石ガチャには合計40個ものジャグレストーンが入っていました。ということは1個あたりだいたい355円くらいの計算になりますね。これを高いと見るか安いと見るかは人それぞれではなく、普通に高いでしょ。これだけははっきり言わせてもらいますけど、高い。ただこの高さに見合った価値を見出せるかはその人次第なので、コスパに関しては無限大ということにしておきましょう。というわけで今回は ADA から下ろされて直通の幻の ADA ガチャ開封動画でした。最近は ADA もいろんな新商品情報が出てきてて嬉しい限りです。水草とかはよく新しいのがリリースされますが、なかなかレイアウト素材や製品類は出てこないので、今後も ADA には頑張ってほしいところです。自分もできる限りお金を落としてアクアリウム界の経済を回していきたいと思います。というわけで今回はここまで。